アブリボンの無課金評価。ジャスパルと申します。バレンタイン2026で新登場となったアブリボンの強さを紐解いていって、無課金視点で評価考察していきたいと思います。甘い蜜の食材ポケモンとして新たな選択肢であると同時に ABB のオイル担当としてもなぜかしっかりトップクラスに強いアブリボン、さらに出現フィールドも多めってことで非常に素敵なポケモンが登場してくれたなと思ってます。皆さんの評価はいかがでしょうか。それでは参ります。ということで、まず最初にアブリボンがどんなポケモンなのか簡単な結論からお話ししていきます。アブリボンは蜜もオイルも最強ではない代わりにどちらの需要にも器用に応えてくれるとても無課金向きなポケモンだと思ってます。最強ではないとは言ったんですけど、食材セレクトのレベルを上げれば蜜でもオイルでも最強と言っていい性能にはなってくれるので、なんなら伸びしろまである、本当に多くのリサーチャーにとってゲットを検討する価値のあるかなりの有料ポケモンなんじゃないかと思ってます。能力そのものの評価としては個人的にはレントラーとかマスカーニャ、みたいなパル評価の著しく高いポケモンたちよりはさすがに少し劣るだろうなとは思ってるんですが、甘い蜜とピュアなオイル、この2食材の担当がまだいないぜって方にはめちゃくちゃおすすめできる一匹です。ぜひ注目してみてください。そんなアブリボン、まずはざっくりとステータスを確認しておきます。より詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。アブリボン、フェアリータイプの食材が得意なポケモンです。基礎お手伝いスピードが2300秒とフェアリータイプ最速の一匹で、そのお手伝いスピードから木の実方向にもそれなりにパワーを感じられるポケモンとなっています。木の実 S を持った時の木の実エナジーはピクシーの 80% 程度に迫るほどで、甘い蜜のポケモンとしては不思議花カイロスよりも木の実エナジーが高いっていう特徴があります。また食材は甘い蜜、ピュアなオイル、若草コーン。第1食材が蜜のポケモンは他に不思議花とカイロスのみ。第2食材がオイルのポケモンは他にレントラーのみと、意外とニッチなところを抑えてくれており、主に蜜、オイルのポケモンとして活躍してもらうことになりそうです。メインスキル食材セレクト S は集める食材と同じく蜜、オイル、コーンの3種から選ばれるものとなっております。おそらく確率は均等に3分の1ずつでしょうかね。スキルレベルを上げれば蜜、オイル、最強の座も夢ではないんですが、スキル確率の高いポケモンではないため、メインスキルの種を上げるのにはなかなか勇気がいるかなと思います。ちなみに無補正レベル60でスキル天井込みのスキル期待値が1日ぴったり2回くらいとなっています。スキルレベル2だと1日食材12個分ほどなのが、スキルレベル7にすると1日36個分ほどになるってことで、なかなか絶妙すぎる数値だなと思いますね。がっつり割り切れる方だったり、メインスキルの種が余っている方だったり、蜜、オイルの最強個体をゲットできた方はさらなる強化として頭の片隅に置いておいてもらったらいいかなと思います。また最大処理数は24個となっており、カイロスと同じです。お手伝いスピードが爆速なので、それなりに短時間で所持数が埋まりやすく、どちらかというと日中にこまめにタップできる方に向いています。で、ゲットするフレンドポイントは12となっており、アブリボンを直接狙ってもカイロスよりはゲットしやすいってことで割とありなんじゃないかなと思ってます。チャンスがついた時だったり、アブリーがフレンドレベル10を迎えた後の選択肢としてもどうぞ。なお、食材確率はレノンクスさんによると 19.4% となっており、カイロスの 21.6% や不思議花の 26.6% よりはそれなりに低めです。これもお手伝いスピードが速いからでしょうね。故に木の実エナジーが2体より高いっていうところでもあります。お手伝いブーストとかお手伝いサポートで食材を集めたい場合は食材確率の高い不思議花が優秀ですね。またスキル発動率は 2.5% なんだとか。低いといえば低いんですけど、爆速ゆえにそれなりのスキル期待値にはなっているので、食材のポケモンとしては十分と言える水準だと思います。ってことでアブリボン、基本的なスペックはしっかりと高水準にまとまっております。ただし蜜もオイルもより特化したポケモンにはちょっとだけ勝てないようになっていて、最大所持数も少なめってところで、そのあたりでうまいことバランスをとってるんだろうなっていう印象のポケモンとなってます。さあ、ではここからはより詳しく食材の能力を比較していきながら考察していきたいと思います。まずは甘い蜜の能力について。こちらは全員 AAA で、左からアブリボン、不思議花、カイロス、スキルレベル7アブリボン、
サブスキルは全員食材確率アップ M で睡眠時間9時間3食付き。元気の設定は現実的で18回復 ×4 回スキル天井を考慮するとなっております。ってことで見ていくんですが、スキルも含めた甘い蜜の数はだいたいこうなりました。炙りボンおよそ93個、不思議花およそ103個、カイロスおよそ94個、スキルレベル7炙りボンがおよそ101個ってことで、甘い蜜最強は基本的には不思議花で間違いなさそうですね。今回の設定だとスキルレベル7炙りボンでもスキルレベル3不思議花に甘い蜜の数で勝てないみたいなので、なるほど不思議花恐るべしですね。そしてカイロスさんも蜜においてはそれなりの存在感を発揮してくれていますが、カイロスはフレンドポイント16なので、正直もうちょい強くても誰も文句言わなくないとは思っちゃいますね。一応ね、これでもリリース初期よりは最大所持数が5増えていて、食材確率が 1.05 倍になっているカイロス先輩なので、もともと不思議花との能力差そんなにあったんだっていう感じではありますね。カイロスはね、現在最新フィールドのアンバー渓谷で木の実一致での活躍が見込めることから、もし調整が来るとしてもアンバー環境末期とかもっと先になるんじゃないかなという予感はしています。果たしてね、怪力バサミの習得など何かしらのテこ入れは叶うんでしょうか。それはさておき、この程度の能力差であれば後発から始めた方はカイロスより炙りボンの直接ゲットを狙ってもいいんじゃないかと思います。アンバーまで来るとね、ウトウトではカイロスより狙いたいポケモンが増えちゃうかと思うので、いずれにせよ炙り狙いになっていくんじゃないかなとは思ってます。なんならね、ラピス時代に不思議層の直接ゲットまで視野に入れてみてください。とはいえね、ラピスウトウトもなかなか激戦区なんじゃないかと思うので、すやすやでゲットできる蜜担当っていう部分にアブリーたちの大きな魅力を感じています。そして蜜担当って第二食材が蜜の食材得意がいないんですよね。未だに未実装ってことで、難易度の高い AAA 厳選にある程度挑まざるを得ないところもあるんじゃないかなと思います。そんなわけで本命の蜜担当を探しつつ、例えば AA 不思議花と AA 炙りボンで頑張って蜜を集めるとか、そういう展開になることも特に無課金であればね、十分に想像がつくので、 AAX の炙りボンとか ABA の炙りボンとかも場合によっては育てるっていうことを検討してもいいんじゃないかなとはちょっと思ってます。バレンタイン2026現在、コーラより強力なデザートレシピ群がことごとく蜜を要求してくるので、現実的な選択肢も選びつつ進行していく必要がありそうだなって思ってます。ガチ最強レシピってことだと、カレーとサラダには甘い蜜使わなくていいのがまだ救いかなとは思いますね。ってことで、現実的な観点からもとりあえず AA 炙りボンを採用して最強の蜜担当は不思議種を探すとか、逆もまたしかりとか、なんだかんだね、結構長いことを探し続けることになるんじゃないかなとは思ってます。また地味ながら木の実エナジーに関しては炙りボンが頭一つ抜けてますね。そういう部分で能力のバランスが取られてるってことなんじゃないかと思ってます。と、甘い蜜に関してはこんな感じで。続いてピュアなオイル。オイルの能力トップ5のポケモンたちにお集まりいただきました。左から炙りボン、レントラー、ドクロッグ、クチート、海竜。食材のパターンはそれぞれオイルが最も多くなるもので、それ以外の設定は先ほどと同条件です。ちなみに6位がウッウ、7位がメタモンです。特にね、ウッウはスキルの能力が高くて、メタモンはスキルと尻尾が強いので、またちょっと別の枠なんじゃないかと思っといていいかなと思います。ってことで、スキルを含めたオイルの量は、炙りボンおよそ68個、レントラーおよそ74個、ドクロッグおよそ71個、クチートおよそ70個、海竜およそ63個となっておりまして、炙りボン実は全体4位で1位との差もそこまではないんですよね。逆になんでトマトもちょっと集められて鍋拡張までできる子が1位になってるんでしょうか。フレンドポイント20だからと言われれば一応納得はできるんですけれども、とにかくね、オイル担当って誰を選んでもオイルの能力にはそこまで差が出ないので、炙りボンもオイル担当として十分に選択肢に入るんじゃないかと思ってます。甘い蜜の方が選択肢が少ないのでより重要な気はしてるんですけど、言うてね、オイル担当もレントラーや海竜は出現フィールドが限定されてますし、ドクロッグやクチートは AAA を狙うのが大変。
で、クチーとメタモンはフレンドポイント16でゲットしづらいってことを考えると、それなりの量のオイルも集められて、一応蜜もコーンもついてくる炙りボンは、まだオイル担当がいない全リサーチャーにおすすめしちゃっても良さそうな気を感じてます。特にね、後発勢の方はグレッグルとかメタモンの飴なんかも用意どんで集めていかなければならないので、炙りボンが最もオイル担当として向いてる可能性すら感じますね。で、先ほど甘い蜜の時にデザートでは蜜必須級だから現実的な選択肢もみたいなお話をしたんですけど、オイルもオイルでカレーのグラタン、サラダの負けん気、デザートのワッフルと、ワッフルの登場によってなんと最強レシピに2つ使われるどっちり環境食材といって差し支えない立ち位置になったかなと思うので、こっちも向き合わなきゃいけないんですけど、どうしましょうね。まあ無課金目線ではね、グラタンとワッフルって鍋拡張の都合で作りづらいので、毎食作るってことにはなかなかならないんじゃないかとは思ってるんですけど、がっつり作ろうと思うとオイル担当1匹で賄うっていうのは相当難しいだろうと思うので、BB 以外の炙りボンであってもサブスキルが優秀であれば、ちょっとねチーム単位で活躍させられるかどうかっていうのは検討してみてほしいなと思います。個人的にはね、オイルのポケモンとしてはレントラーとウの評価が著しく高いので、彼らを中心にしつつ足りないオイルを誰かで賄えたらいいなーって思ってます。まあね、サブスキル次第ではね、彼らもオイル担当では採用できないケースもあるでしょうしね。なのでオイル方向でも ABA とか、まあ時間はかかるんですけど AAB とか現実的な選択肢も結構選んでいくことになりそうなんじゃねえとは思ってます。ちなみに炙りボンとクチートのスキルレベルを7にしてみるとこんな感じになるみたいです。この場合炙りボンはオイルおよそ77個、クチートもおよそ77個となりまして、どちらも一応オイル最強格となります。まあこれもね、やっぱフレンドポイント16のクチートはもう少し強くても良くないとちょっと思っちゃいますね。なかなかね、イワパレスとかドンカラスと違って彼らにメインスキルの種を使うのってちょっとね、心理的ハードル高いですよね。そんなことないですか？まあ使ったら使ったでね、どっちも強いんですけど、スキルの発動回数がどうしても少ないので、ちょっとどれかに偏ると使いづらさを感じてしまうかもしれないなとはこれを作ってて思いました。もしね、クチート使いの方いらっしゃいましたら、ぜひ使用感をお聞かせいただければと思います。と、ピュアなオイルもこんな感じでしょうかね。ちなみにコーンもおまけとして置いておきます。一応 AAC 食炙りボンがスキル込みで1日36個ほどコーンを集めてくれるみたいです。ABA 海流とか AAC キュアワーとかよりは多いみたいなので、意外と海流キテルグマに頼らないコーンの選択肢としてはお呼びがかかる場面もありそうだなと思いました。まあレベル60前提となりますので、こちらも参考まで。といった食材の能力でした。そんなわけでね、食材の能力を見ながらがっつり考察まで範囲が及びましたので、一旦ここまでをまとめておきたいなと思います。炙りボンの食材の能力は、甘い蜜もピュアなオイルも最強かと言われると一歩を取るものの、十分に高いスペックを持っていると思います。もしね、最強の蜜担当やオイル担当を探す場合は、また別のポケモンをじっくり厳選するのが良さそうです。しかしながら、私が思う炙りボンの真骨頂は、蜜オイルの新たな選択肢であり、すやすやでサブレを回していけること、そして出現フィールドが多く様々なタイミングで厳選機会がありそうなこと、そして蜜はバレンタイン2026までの環境においてデザートで必須級の食材であり、オイルも同様に重要なポジションを取ること。これらのことから非常に語弊のある言い方になるんですけど、適当に育成しやすくてしっかり強いっていう、とりあえず育成しやすかったり即戦力になってもらえそうな部分が炙りボンの最も大きな魅力なんじゃないかと思います。蜜、オイル、コーン、どれも現在最強のレシピに採用されている食材なので、環境的にも今からしばらくの間が最も炙りボンが強い期間だと思うんですよね。なので自分のチームで活かせそうな食材パターンならとりあえず育成しちゃって、アンバー環境やその次の環境へのつなぎを担ってもらったりとか、もしね AAA とか ABB の特化した子が来てくれたら、それはそれで長いことを活躍してもらえるでしょうし、本当にゲットしどくというとさすがに言い過ぎかもしれないんですけど、この能力でツヤツヤタイプで
スキルも食材セレクトで低レベルでも活躍できて、もしかするとシアン EX でも活躍できるかもしれないフェアリータイプってことで、マジでね、存在そのものがありがたいっていうタイプの選択肢が増えたことに感謝したくなるような、そんなポケモンなんじゃないかと思ってます。まあね、なんとなくもともとそんな気をしてたんですけど、動画作っててよりそんな気がしてますね。そんなわけで、蜜なら不思議花を探したいし、オイルならレントラーとウッウを探したいっていうパルなんですけど、それはそうと、今蜜担当がいないのであれば、とりあえず AA アブリボンを育成して、今オイル担当がいないんだったら AB アブリボンを育成して土台をしっかり作った上でさらなる高みを目指すっていうのでもいいんじゃないっていう、かなり無課金向きなというか私向きなポケモンなんじゃないかっていうのがアブリボンに対する無課金としての一考察ということになります。食材セレクトってことでユアパレスと比較すると、ユアパレスってスキルレベルさえ上げれば低レベルから強いのに対して、アブリボンはメインスキルの種が基本いらない代わりにレベル30時点の能力を基準にしばらく進行していくことになるだろうと思うので、甘い蜜メインの AAX の個体がとりあえず育成する上では強いのかなって気はしてますかね。レベル60はどうしてもねある程度時間かかると思うので、ゴールド環境で魔剣キサラダとエクレアを作ってきた方であれば、オイル担当と蜜担当って多少は育成できてるんじゃないかと思うので、足りない部分に合わせて育成してみてほしいなと思います。と、ここまでがシンプルな無課金評価となります。いかがでしたでしょうか。やっぱね、選択肢が増えたことそのものがめちゃくちゃ助かる上に、現在の最強レシピたちとも相性がいいっていう、そこに私は大きな魅力を感じるんですけれども、ぜひね、皆さんの評価感想もお聞かせいただけますと幸いです。で、ここからは無課金初期勢パルの超個人的な評価を抜き出していきたいなと思います。アブリボン、アンバースヤスヤで AAA を狙います。こんな感じでいきたいと思いますいや、もはやね、評価でもなんでもないんですけど、もうね、すやすやに出てくるってことが私にとってはとんでもなく評価が高いです。ここもね、人によっては大きく評価が分かれるところだと思うんですよね。っていうのも、そもそも睡眠タイプを狙ってる人であれば、アンバースヤスヤってそう狙わないと思うんですよ。狙う場合はね、明確に目的があるんじゃないかと思うんですけど、睡眠タイプを狙わずにまったり遊んでる人間からすると、本当にね、すやすやに比較的貴重な蜜を集められてゲットしやすいフレンドポイント5の食材ポケモンが来てくれたっていうのがはちゃめちゃにでかくて、アンバーの話になっちゃうんですけど、これまでね、アンバースヤスヤってゲットしやすい食材のポケモンが人影くらいしかいなかったんですよね。食材のポケモンいるにはいるんですけど、ラッキーとかガルーラとかメタモンとかノーマルタイプばっかだな。アンバースヤスヤってね、そんな感じで、フレンドポイントの高い食材ポケモンか木の実のポケモンが多くて、で、木の実のポケモンたちはアンバーでは木の実不一致になっちゃうので、今ゲットしてもあんまり一緒に寝て育てようみたいな感じにはなかなかならないんですよね。飴は溜まっていくので、おいおいそれで育てればいいかなっていう感じで、言うてね、人影もようやくトープと EX 以外での登場になりましたし、能力も十分高いので、これまでメインで狙ってたんですけど、現状ミートも生姜も蜜やオイルほどは重要ではないなと思うので、これは環境次第なんですけど、アブリーがアンバースヤスヤで最も狙いたいポケモンになってるんじゃないかなと思ってます。アンバーのフィールドボーナスも上げていきたくて、睡眠タイプ狙いをしていないからスヤスヤもよく出ちゃって、おまけに AAA 不思議花みたいな蜜特化のポケモンはいないという状況なので、AAA アブリーをかなり長い期間にわたって探していくことになるだろうなと思うんですよね。AAB とかだとどうでしょうかね。今ね、メインアカウントは ABC クワガノンと AA の不思議花がいて、彼らで蜜を回してるんですけど、言うてもね、アンバーイッチのクワガノンがいるので、AA でわざわざ育てる理由っていうのはそこまで感じないですかね。で、オイル担当も ABC と AAC の海流がいるので、一旦間に合ってるってことで、アンバーにおいては本当に強強 AAA をゲットできたら育てていって、シアン EX とかに備えるっていう感じになりそうですかね。
で、サブアカは運よくすでに AAA 不思議花がおりまして、オイル担当はね、ちょっと怪しいんですけど、スイくんが1日50個くらいオイル集められる子なんですよね。で、スイくんとアブリボンの相性って別段良くはないんですけど、シアン EX においても、密方向は不思議花が相当頑張れると思うので、いっそ ABC とか、コーン絡みの選択肢が刺さる可能性はあるなと思ってます。何にせよね、最強だからゲットするというよりは、本当にアンバースヤスヤとか、シアンスヤスヤとか、ラピスヤスヤにいてくれるだけでありがたい。十分強いし、あとはこっちで編成の仕方考えるよ、みたいなね、そんな素敵なポケモンだなと思うんですよね。だからね、やっぱり、不思議花とかレントラーとかウッウとか積極的に狙いたいっていうポケモンとはまたちょっと違いそうなんですけど、結果的にね、各地でサブレを上げる瞬間っていうのは数多くありそうだなとも思いますし、なんならアブリボンにボーナスサブレを上げていくタイミングなんかも結構あるんじゃないかなと思ってます。ちょっとね、この観点ね、もうちょっとしっかり詰めたいなと動画作ってて思ったので、今度各フィールドごとの睡眠タイプ別の狙いたいポケモンティアみたいなものでも作ってね、さらに各ポケモンたちの評価に落とし込むみたいなことをやっていきたいなとちょっと思いましたね。あとはね、どれだけ飴が手に入るかですね。ここもやっぱり考えたいところで、確かに出現フィールドは多くて、リサーチではそれなりに飴が手に入るものと思ってはいるんですけど、フレンドリサーチの飴人気とかとはまたちょっと別な気がしてるんですよね。それこそそもそもアンバースヤスヤを狙う人ってそうはいないんじゃないかと思いますし、スヤスヤの飴人気で言ったらアチャモとかロコンとかネイティとかラッキーとか、まだそっちになるんじゃないかなっていう気もしていて、こればっかりはね、ちょっと皆さんの意見をお聞かせいただけたらなと思います。最近ね、 YouTube で動画にクイズをつけられる機能が増えたので、これをねちょっとアンケート代わりにしてみようかなと思います。コメント欄のタブにコメント、ハイプ、クイズっていう順番でちょっとタブが動かせるはずなので、そこからねクイズという名のアンケートにお答えいただけますと幸いです。アンバースヤスヤで飴を送るなら誰？アブリー、ロコン、ラッキー、アチャモ。回答4つまでしか設定できないみたいなので、一旦これでクイズ設定しておこうと思います。で、私の回答は正解に設定しておきますそんなわけでね、こちらクイズもぜひとも答えてみてください。ちなみにね、このクイズをつけられるっていうの最近できるようになって、他の動画でもねちょいちょいクイズつけてみてるので、ぜひ別の動画でもクイズ答えてやってください。基本的にはね、答えは動画内で言ってるはずです。よろしくお願いします。そんな感じで、スヤスヤの選択肢が増えてくれたことは超ありがたくて、結果的にゲットする瞬間も多いと思うんですけど、育成のしやすさが伴うかっていうのはまた別の要素だろうと思ったので、そこもチームで検討っていう感じですかね。できたらね、サブスキルの強い子をうまいこと活かしてあげたいんですけど、結果的に AA を育成してレベル60を目指すのは不思議花にするとか AAA の神個体を待つとかにしちゃってもいいんじゃないかっていう気はしてますね。オイルが足りなくて AB を育ててゆくゆくは ABA にするとかっていうのは蜜の貴重さからありな気はしてます。てな感じで、かなり現実担当っていう感じがしてますね、アブリボン。本当にね、食材セレクトがあるおかげで一応レベル30でもそれなりに活躍してもらえますし、後発勢には普通におすすめできる一体だと思うので、なんだかんだゲットしていって現実担当でありながら理想も追い求めていこうと思いますっていうアンバースヤスヤで AAA を探しますですね。シアン EX で活躍できるかどうかっていうのは仕様がわかるまで若干謎なので、のんびり狙っていくのでいいのかなとは思います。蜜オイル担当がいない方は本当にとりあえず現実的に判断しちゃっていいんじゃないかと思いますと、そんな感じで最後の最後もねまとめて終わりたいなと思います。アブリボン、そこそこ貴重な蜜とそれなりに高いオイルの性能、そしてシアン、ラピス、アンバー、EX のスヤスヤで出現するところから存在そのものが偉いし、理想のポケモンを狙う傍らでなんやかんやゲットする機会が多そうなポケモンと言えるかなと思います。睡眠タイプを狙える方にはそこまで刺さらないかと思いますし、雨も集まらなそうな気もするので、その場合は評価を落としちゃってもいいと思いますね。なので結構評価の分かれるポケモンだとも思います。
ただし現実的な視点と理想的な視点どっちも叶えてくれるポケモンだと思ったので、手持ちのポケモンに応じて柔軟にアブリボンの役割を考えていきましょうって感じでまとめたいなと思います。そんなわけで改めてね、皆さんのアブリボンの評価はいかがでしょうか。ぜひともコメントで教えていただけますと幸いです。そんなアブリボンの無課金評価でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプやクイズにお答えいただいて応援いただけますと幸いです。皆さんの評価も楽しみにしております。それではね、バレンタイン2026以降のデザート環境もまたしっかりと見つめていって、アブリボンたちのね、さらなる評価に反映していきたいなと思います。そして皆さんのもとに色違いのピンクのね、アブリーたちがたくさん押し寄せることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。